こんにちは、ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は、とんでもない規模の車両火災事故となった日本坂トンネル火災事故について解説するぜ。このチャンネルではできる限り、3D の再現 VTR を使って、当時の状況をわかりやすくお伝えしています。ゆっくりしていってね。高速道路でたまに信号ってあるわよね。青のことが多くてラッキーって通り過ぎるんだけど、意味あるのかしらあれ。いや赤だったらだいぶやばいんだが、何のためにあるかわからんもんが機能するときはかなりの非常事態ってことだ。レ夢ムが言ってるみたいに意味ないって思われてた方がむしろいいんだぜ。まあ、今回の解説でその信号の謎も解けるだろう。頼むわね。事故が起こったのは、1979年7月11日。場所は東名高速道路上、焼津市と静岡市にまたがる日本坂トンネル2045メートルの下り線内だ。確かに、市の境がちょうどトンネルの真ん中に来てるわね。で、下り線の車は、すぐ東にある小さいトンネルを通ってから、すぐ日本坂トンネルに入る感じね。そうだな。その日の夕方、まず発端となる大型車2台の接触事故がトンネルを出たところで発生した。この事故が原因でトンネルの中まで続く長い渋滞が発生していた。そして18時35分、焼津のトンネル出口から420メートル手前の地点のことだ。渋滞に気づくのが遅れトラックが急ブレーキ。このトラックの動きに対応できず、まず後続のトラックが追突した。さらに後続の乗用車もブレーキが間に合わず追突。そのさらに後続にいた乗用車もコントロールを失い、3台の真ん中にいるトラック側面にぶつかって止まった。その後続のトラックは前方に2台乗用車がいたためやや見通しが良く、急ブレーキが間に合った。乗用車の直前で止まることができた。しかし最後に、多重事故の最後尾となるそのトラックは事故に気づかず、止まっていたトラックに時速約100キロで追突してしまった。そして追突だけで止まらず、トラックを押し出し、前方の乗用車に衝突。前後トラックに挟まれた乗用車は前方のトラックの下部にめり込んだ。身動き取れないところに後ろからトラックとか、恐ろしすぎる。この事故で乗用車からガソリンが漏れ出し引火。トラックには松屋に、合成樹脂が積載されており、あっという間に多重事故の車両全7台に燃え広がった。犠牲者だが、トラックの1名、乗用車の2名は追突の衝撃で即。乗用車の3名は車から脱出できず傷した。トラックの1名は負傷した体で車から脱出するが、避難中に黒煙に巻かれた後、傷。計7名が犠牲となった。トンネル内の火災って被害が大きそうね。ああ。被害はこの7台では済まなかった。2キロある日本坂トンネルの後続には当然、多数の車両がすでに入ってきていたからな。追突事故自体を防ぐのは難しかっただろう。だが二次被害を防げるかどうかは、管理会社である日本道路公団にかかっている。炎症を想定した設備や訓練がどれほど行き届いており、それが実際の炎症に対してどう機能したか、これから説明していくぜ。頼むわね。無事だった事故車の乗員は救助可能な人を救助すると、消火に当たった。消火栓、消火器は48メートル沖に設置されており、消火栓のホースは30メートル伸びた。24メートル伸びれば十分だから、それならどこでも届きそうね。だが何かの理由で最短距離にある消火栓が使えない場合、他の消火栓ではカバーできない短さとも言える。今回も、多重事故の車両や破片は40メートル超の範囲にわたって飛散しており、近くにある消火栓はとても操作しに行けないと乗員は判断した。乗員は事故現場反対側となるトンネル入り口側に向かい、近くの消火栓のホースを伸ばすが、事故車両最後尾から5メートル、火元からは20メートルもあった。これでは到底届かない。また、手をこまねいているうちに火の勢いも強くなってきてしまい、乗員は消火を諦め避難した。消火器なら近くに持ってって消火できたんじゃないの？消火器は消火栓のカバーを開けるとカバーで隠れる位置に設置されていた。現場は薄暗く、乗員も半ばパニック状態であり、発見、使用されなかった。この設置場所は後の裁判で道路公団の過失として認定された。一方、多重事故から4分後の18時39分、火災感知器が作動。日本道路公団の静岡管理事務所で作動を検知した。同じく18時39分、後続の発見者が事故現場から140メートル東の8番非常電話から通報。電話は警察や消防署ではなく公団の管理室に繋がった。管理室の職員は発見者から、8番非常電話より発信、前方で事故、乗用車より火災との情報を聞き取る。非常電話は200メートル沖に設置されているから、最寄りの非常電話から発信されたと考えると、事故現場はほぼ特定されたことになる。管理室から消防署に通報するのね。今もどんどん火災は進んでるのよね。早くしなくちゃ。
いや、監視カメラの確認は少なくとも必須だ。火災感知器のご検知や、通報者の誤報の可能性があるからな。それに消火のためのスプリンクラーも動作させたい。スプリンクラーは火災感知器と連動せず、管理室から手動で起動させる仕組みだ。なんで手動？自動でさっと動いた方が良くない？まあそれは、当時の火災感知器の精度を考えると、誤作動でトンネル内が水浸しになるのを防ぐためやむを得ないようだ。問題は管理室の監視用テレビで、起動には40秒かかった。また操作にもたつき、10秒で事故現場、火災の状況を確認するべきところ、20秒間かかった。最初からテレビがついてて操作も正確だったら10秒で終わってたのね。ああ。この、単に空気された50秒は初期消火にとっては大きいロスだろう。ともあれ18時42分頃、スプリンクラーを作動させるとともに、管理室から静岡市消防本部、静岡県警高速隊に出動を要請した。静岡市側の消防に通報したの？トンネルは焼津市と静岡市にまたがってるんでしょ？出口付近の事故なら焼津市の消防の方が早いんじゃないの？ていうかとりあえず両方に通報するとかしないの？道路公団、両市での取り決めがあって、基本的に下り線の通報先は静岡市、上り線の通報先は焼津市、ということになっていた。裁判で道路公団は取り決めに従ったと述べたが、判決ではその主張は到底採用できない。道路公団は管理義務があるんだから、取り決めに不足があるなら鵜呑みにせず再考も考えるべきだった、と言われている。でしょうね。また、静岡市消防本部への通報内容が最悪だった。火災現場をトンネル入り口付近と誤って伝えていた。逆。だいぶ管理室は混乱していたのね。また、渋滞の状況も伝えていなかった。日本坂トンネルは緊急車両が通れるような路側帯がないため、渋滞の情報は重要だった。加えて、出口側が約2%下った勾配であるため、厚い黒煙は入り口側へ向かう。かつ当時は西風が吹いており、静岡市側から来た消防はとても現場に行きつけない可能性があった。そして18時48分、トンネル入り口に消防隊、救急隊が到着。消防隊員は避難誘導を行いながら、火元を探しに黒煙が噴出するトンネルに入るが、なかなか行き着かない。そりゃそうでしょ、その辺じゃないのよ。19時頃、トンネル内のライトが点滅し始め、不安定になる。天井に固定されたケーブルが熱で断線しかかっていた。19時4分頃、ライトが完全に停止。同一ケーブルを使用する監視カメラやスプリンクラーも停止してしまった。ケーブルは500度近くまで耐えられる仕様だったため、当時、火元の温度は天井でも600度から700度に達していたと考えられている。隊員はなんとか入り口から500メートルほどの位置まで進んでいたが、煙の中真っ暗になってしまい、進行を断念。引き返した。そして19時12分、静岡市消防より管理室へ電話。火元は焼津川であるらしいこと、焼津市消防へも通報するよう伝えた。直後に管理室より焼津市消防へ電話。現場へ向かうための逆走ルートを決めるのに手間取ったが、19時18分、出動要請を完了した。焼津消防からは消防車や救急車、化学消防車などが順次出動し、早いもので19時41分に到着、ようやくここから消火活動が本格的に開始された。なお19時4分頃に停止したスプリンクラーはまだ停止中だ。トンネル内のスプリンクラーや給水栓へ水を送るための消火ポンプがケーブルの断線で止まってしまっていた。消火ポンプはトンネルの出口付近にあり、再稼働には現地で手動操作する必要があった。19時45分、道路公団職員が駆けつけ消火ポンプを再稼働させた。なお消火ポンプと連動するスプリンクラーや消火栓はまさに消火の要となるため、管理室から再稼働できるよう設計するのが望ましいと後の裁判では言われている。まとめると、出火が18時35分、焼津消防の消火開始が19時41分、スプリンクラーは20分ぐらい稼働した後に一旦停止、再開が19時45分ね。その結果、初期消火は成功したのかしら？いや、多重事故の車両7台は燃え続けた。それどころか、後続車は延焼に備え火元から70メートルも後退していたんだが、そこにも燃え移ってしまっていた。消防隊員は避難誘導しつつ、トンネル消火栓からの放水、ポンプ車からの放水、加えて化学消火を懸命に実施。22時頃には火元の7台の鎮火を完了した。おおよそ同時期に、トンネル内の乗員208名全員の避難についても完了した。残る後続車両の消火についても23時より開始された。だが2キロあるトンネルいっぱいに車両が流入しており、燃えるに任せるよりない状況だったという。この車両の中には本来トンネルへの侵入を防げた車両もあったとされ、公団は賠償の責任を負った。どういうこと？
18時39分頃、管理室職員は火災を確認するや、トンネル前の表示板に侵入禁止、火災を遠隔で表示させていた。だが前述の通り火災を監視カメラで確認するのに50秒ロスしており、その間にトンネルに入った車両は本来食い止められたはずだった。また、表示板の位置も不適切だった。日本坂トンネルのすぐ手前には小坂トンネルがあり、表示板は小坂トンネル入り口の210メートル手前に一つあるだけだった。よって小坂トンネルに入った車両はもう表示板を見る術がなく、日本坂トンネルに入ってしまう。また、小坂トンネルは270メートルしかなく、奥まで見通せる。表示板を小坂トンネルのものと誤解し、火災ないけどと思い進んでしまった車両もあったようだ。確かに、どのトンネルのことを言ってるのかわからないわね。さらには、重大な警告は表示板だけではなく聴覚でも行うべきで、そのために表示板のところにはサイレンもついていたが、ふむふむ、壊れたままになっており当時この際は稼働していない。はぁ、最終的に173台が焼け、鎮火には65時間を要した。幸いというべきか、戦闘で起こった多重事故の7名以外に犠牲者は出なかった。以降、1週間東名高速道路の該当区間は通行止めとなり、迂回路である国道1号線や150号線は大渋滞が発生した。暫定復旧は7月18日。無傷の上り線を対面通行とすることで通行止めが解かれた。8月8日より復旧工事着工。完全復旧は9月9日だ。なお信号機、表示板が日本坂トンネルと小坂トンネルのそれぞれの入り口についた。トンネルの信号ってそんな経緯があったのね。赤だったら大変な状況になってる可能性があるのね。絶対気をつけてみるわ。そうしてくれよな。なお、裁判は最終1995年までかかったが、道路公団側に前述の何点にもわたる過失が認められ、車両や携行品約2300万円の支払いが命じられたぜ。以上、今回は日本坂トンネル火災事故について解説させてもらったぜ。最後まで、ご視聴ありがとうございました。これからも過去に起こった大事件を 3D の再現 VTR 付きで解説していくので、よかったらチャンネル登録と高評価をお願いいたします。また見てね。